トチャンネルです。本日は、新レアベエアロペガサスの性能検証第1弾、ロットボールと100回戦わせてみた。このチャンネルは100回戦のデータとリスナーリクエストやアンケートをもとにみんなで最強のベイブレードを追求していくチャンネルだ。最強カスタムを知りたいブレーダーはぜひチャンネル登録してくれ。今回の検証ではみんなが気になるであろうエアロペガサスの攻撃力と持久力についてサイクロン、ローフラット、テーパー、ボールカスタムでそれぞれ25戦ずつ合計100回戦で徹底検証していくぞ。まずは重量測定してみよう。なんと驚異の 38.25g。 基本的に力負けはしなそうだ。ブレードについては滑らかな3枚刃で、外形はウィザードロットに並ぶほど大きくユニークラインということで外重心でもある。さらに3枚刃の先端の形状が若干異なっているので弾き性能やスタミナへの影響も気になるところだ。では早速バトルの検証を進めていこう。まずは今個人的に最注目のアタック系ビット、サイクロンビット。以前の検証でラッシュビットの上位互換だということが判明したビットだ。外重心でスタミナが期待できるペガサスなら高い継戦能力でより多くの攻撃チャンスがあると期待している。過去にフェニックスウィングとコバルトドレイクでも同じカスタムでロッドボールとバトルしているので、獲得ポイントや平均スピン時間を最後に比較していくぞ。25戦やってみた結果は、ロッドボールは20ポイント、サイクロンビットは16ポイント、平均スピンタイムは 18.31 秒という結果だった。次はローフラット。他のブレードではあるが、現状ロッドボールに勝ち越せている唯一のビットだ。シャークエッジやドランバスターのような弾き性能がトップレベルのブレードでは成果を上げられたが、コバルトドレイクや上位レベルであるフェニックスウィングではいい成績は出せなかった。相性の良し悪しが大きく分かれるビットだが、エアロペガサスとの相性はどうなのか徹底検証していくぞ。25戦やってみた結果は、ロッドボールは20ポイント、ローフラットは13ポイント、平均スピンタイムは 14.41 秒という結果だった。続いてはテーパービット。高いグリップ力で最後まで重たい攻撃ができ、スタミナ系以外にはスピン勝ちできるほどの粘り強さも持っているビットだ。これまでのバトルを見てみて、特徴がフェニックスと似ている感じがするので、フェニックスと相性がいいテーパーもペガサスに合うのではないかと期待しているぞ。戦やってみた結果は、ロッドボールは16ポイント、テーパーは23ポイント、平均スピンタイムは 22.19 秒という結果だった。
最後はみんなが一番気になるであろう 960B 同士のスタミナ対決。ロットボール以上のスタミナがあるかの検証をしていくぞ。もしロット以上のスタミナがあればワンベイバトルの環境が大きく変わるだろう。持久力以外でもペガサスは弾き性能が高いことが分かったので、ロットボールのミラー対決よりはオーバーやエクストリームなど大きい弾きが発生しやすいと予想している。やってみた結果は、サイクロンビットは16ポイント、ローフラットは13ポイント、テーパービットは23ポイント、ボールビットは14ポイント。ということで、エーロペガサスと最も相性がいいのはテーパービットという結果となった。まず 960B のスタミナ対決だが、過去の平均スピンタイムと比較しながら見ていこう。残念ながら持久力では惨敗という結果だった。ロットに並ぶほどブレード径が大きく、外重心ではあるが、重いため失速が速く傾きやすかった印象だ。唯一スピン勝ちできた一勝については、大きい弾きによってロットがかなり地面に擦ってしまい、スタミナロスしたことでギリギリ勝てたので、再現性は低いだろう。さらにオーバーフィニッシュが予想以上に発生しやすく、今回の全ビットの中でまさかのボールビットが一番高い確率で発生した。ペガサスは弾き性能が高く、ボール同士では接触する機会が非常に多いので、大きい弾きが発生する確率が高かったのだと予想している。ボールビット同士の場合、お互いが動き回るので、どちらがオーバーするかはその時の位置関係に大きく影響する。運が良ければペガサス側が勝つこともあるだろうが、先ほどのスピンフィニッシュ同様、再現性は低いので、ワンベイバトルにボールカスタムを採用することはお勧めしないぞ。しかしロット以外であればほぼスピン勝ちできるほどのスタミナがあり、ロット対面でもワンチャン弾けるので 3on3 デッキであれば採用してもいいかもしれない。次にサイクロンビットについては、高いスタミナを生かして多くのエクストリームダッシュで攻撃を仕掛けられていた印象だ。ポイント獲得数はフェニックスサイクロンと同等レベルだったので最適解ではないが9大点ではあるだろう。平均スピンタイムについては外重心で持久力が高めのフェニックスよりも上なので、ロットにかなわないだけでトップレベルのスタミナであることは間違いないだろう。次にローフラットについては、フェニックスやコバルトドレイクでは弾き性能が落ちてしまっていたが、ペガサスの場合はそこまで影響がなかった印象だ。しかしバースト数が0回ということで、シャークエッジやドランバスターのようにバーストでのポイントを獲得できないなら、スタミナが低いローフラットをわざわざ採用する必要はないだろう。最後にテーパービットについては、ロットボールに勝ち越せたペガサスの最適解ビットという結果だった。ボールビットの時にも話したが、ペガサスの高い弾き性能はダッシュを使わなくても多くのオーバーフィニッシュが発生する。テーパービットの高いグリップ力による攻撃と高いスタミナはエアロペガサスの重量、持久力とぴったりハマった印象だ。もちろん平均スピンタイムも先ほど高く評価したサイクロンよりも上なので、アタックタイプに対しては確実にスピン勝ちできるのも高評価だ。テーパービットについては期待している分、もう少しデータの精度を上げたいので、第2弾のエアロペガサス現象でもテーパーを含めて検証させてもらうぞ。ではチャンネル登録、コメントでみんなのリクエストも待ってるぜ。次の動画でまた会おう。アディオス。